お疲れちゃん、主だよ。今日は秘密の基地にやってきたよ。我が家の、CNC ルーターシャペオコ3追加の部品を購入したので紹介をしていくよ。まずこれです。ビットゼロ、こういうものになりますね。ピンをつけたら自動的に左に行ってで上に行って最後に Z 軸。お疲れちゃん、主だよ。今日はいつもの秘密の基地にやってきたよ。今日はね、何をするかというとね、我が家の、CNC ルーターシャペオコ3、これにね、追加の部品を購入したので紹介をしていくよ。始まるよ。はい、それでは我が家のシャペオコくんだよ。今回はね、何を買ったかというと、まずこれです。これはね、ビットゼロ 2.0 カーバイド 3D っていうところから出しているシャペオコの機械を出しているところのオプションパーツ買ってみました。これはですね、こういうものになりますね。これは何をするかというと、材料の0点を出すものになっています。例えば材料をセットして、この今電源が入ってないんだけど、ここの角を0点にしたいなっていう場合に、ちょっと仮につけて、エンドミルが材料に当たってから、これ今 6mm をつけてるんですけど、当たってから3mm ずらすとX 軸の中心が出ますよね。で Y 軸はこのまたエンドミルが Y に動かして当たってからさらに 3mm いくと0点が出ます。それで X と Y の0点をこう出して、さらに高さもエンドミルが降りてきて材料に当たったところ、これを Z の0点にすると。これが結構手間なんですね。でこのワークゼロっていうのを使うことによって、ここの角が出てるので、これをここにセットすると、カチャッとそれでまだ繋いでないからわからないんですけど、エンドミルを丸いところに落とすと、あとはポチって押すと、なんかこっち触って、なんか X 触って Y で最後なんかここで Z が自動的にやってくれるらしいです。そうすると作業効率も上がっていいかなと思って買ってみたよ。まあ設定とか接続とかはちょっとこれからになるんで、ちょっと完成したらまた紹介するよ。プー。それとね、もう一個購入したのがあって、スイーピーって書いてあるよ。これはこの間、木材を切削とかした時にもうすっごい削りカスが飛んできて掃除も大変だし、こういうローラー部分とかにゴミとかが入っちゃうとやっぱり良くないということで、前からね欲しかったんだけど、ようやく、購入することを決意しました。これはね、これをスピンドルモーターにつけて、ここに掃除機の吸い込み口をつけることによってゴミを吸いながら切削ができるものですね。そうすることによって周りも散らからず、こういうところにもゴミがたまらずいいんじゃないかなと思って買ってみたよ。しかもなんかちゃんとね、マグネットで、主の好きなガチャコン系ですね。ああ、いいっすね。これもちょっと設置をしていきたいと思ってるよ。あとはこのホースをどう通すかなんだよね。実は前に細いホースをつけてたんだけど、細くてね、なんかね、
詰まっちゃうんだよね。やっぱ太い方がいいのかな、どうなのかなと思ってるんだけど、ちょっとそれも含めて細いのでいければいいな。ちょっとどっちでいくかはわからないけど、今回のシャペオコ、バージョンアップをしたいと思ってるよ。その1が、掃除機と接続。その2が、セット0の装着。これをやっていきたいと思うよ。あとはシャペオコってここの後ろに基板が入ってて、そこに冷却ファンが入ってるんだけど、これがね最近ねなんかガラ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 ってね異音がしてて、外してみたけどゴリゴリ音がするので、これもちょっと交換しようかと思って、まだ朝の10時ぐらいなんだけど、さっき Amazon で見つけたらね当日出荷とかなってたんで、今日届くのかな。これも交換していきたいと思うよ。それじゃあ始まるよ。とりあえず掃除機のマウントつけてみようかな。まずはこれがぴったりこうつくはずで、ああすごい、ちゃんとぴったりだ。おお、すごい。取ってつける。おお、すごい。パチンと。これは楽しみだよ。できたらこの細いホースでいきたいけどな。前に使ってたホースがあるんだけど、これをちょっと一回外してみるか。なんかカーバイド 3D からステッカーセットが届きました。どっかに貼ろう。前に一回この吸うことを考えてね、ホースはこう作ってて、これが機械の裏に行ってて、ぐるっと機械を通って、ここの脇も通って、最終的にデスクの下に出てて、この両尾の掃除機の横に自作の、サイクロン、ゴミを分離する装置をつけて、そこから両尾の掃除機をここでちゃんと吸えるようになってたんだけど、やっぱこのホース使うかな。ちょっとこれでいってみよう。そうするとこのホースとこれがちょっと同じ系だね。合わねえな。いけるね。これでいけそうですよ。結構加工なしでいけちゃうんじゃない。ああ、なるほど。ここをね出るとこをカットすればぴったりだ。今回はちょっともうこれでいっちゃおう。おお、ぴったり。止めて、よし。なんかひとまず完成。ちょっと掃除機をかけてみよう。これで傑作しながら掃除機が使えるみたいだよ。臭いか。こっちが当たっちゃうんだろうな。そこまではいかないように使えるね。いい感じ。いいじゃん。よし。
大丈夫かな。よしよし、掃除機はこれで OK にしようかな。とりあえずいい。次はこのビットゼロ、これをつけてみよう。どこにつなぐんだろう。ちょっと取説を見てくるね。なんかね、このビットゼロバージョン2 4シャペオコつなごうかと思ったんだけど、カプラーをカチャンってつけて OK だなーなんて思ってたら、主の基板が古いらしくてつかないよ。調べたところ、この基板のバージョン 2.4 っていうのが一番新しいっぽいんだけど、主のはその1個前のモデルなのかな。白いやつね、これらしくて、ちょっとね翻訳をしてみたんだけど、このカプラーは、3ピンなんだけど、なんか説明書見ると緑と白と赤をつないでって書いてあるから、こればらさなきゃいけないんじゃないの。これをばらして、こことこことここにつけろみたいなことが書いてあるよ。ちょっと開けてみるよ。もう目が見えないのにさ、とにかく緑と白。またさ、聞いてくれる？ばらしたら緑と白と赤が出てくるのかなと思ったらさ、黒と赤と白だよ。まあいっか、どれかにつないでみよう。壊れるもんじゃないよね。ここで色を変えてくるか。だって取説にもさ、緑と白のって書いてあるけど、赤は赤だろうね。まあこれはどっちでもいいだろうね。じゃあそうしよう。とりあえずこのカプラから外してみたんだけど、色が違うしさ、いいよね。とりあえず多分黒と白がつながればいいでしょ。で赤は電源でしょ。そうだよね。電源取って導通するかしないかだよね。これでじゃあちょっとつないでくるよ。たまたま家にこんなのがあったから、これをつないでみるよ。細かいよ。目が見えないよ。はい、とりあえず3個ピンをつけたよ。あとはちょっと向こう行ってくるか。じゃんじゃじゃーん。おお、ようやく配線をつないだよ。ここの裏の配線をつないで、外に持ってきて、この脇からぴょこっと今出てきてます。でこれをちょっと試しに使ってみたいと思ってるんですが、これを加工したいものが仮にこの板だとすると、ここの切り込まれてるところを角に置きますですね。ちゃんと。そしたらこのスピンドルモーターをちょっと連れてくるよ。そうしましたら、まずはこの穴のところに少し入れておくと。それで、このマグネットになっているのをここにビタンとくっつける。それでこのプローブというボタンを押します。で、ビット0 V2 で XYZ これを選んで Begin プロービングを押します。そうすると自動的に左に行って次右に行ってで下に行って上に行ってそしたら X と Y が0を出して最後に Z 軸、これで完了だそうです。すごいです。そうすると X が10、Y が10、Z が19になってるんですね。でこれをじゃあちょっと0に持ってってみようか。これを一旦どけて X を0にする。で Y を0にする。
Z を0にする。3、2、1、0。お、そうすることによってここがそうですね、ここが0が出てんの。これすごい。はあ、多分大丈夫なんですよね。そんな感じです。はい、それでは、本日はカーバイド 3D から購入をした、ビットゼロという商品を使ってみました。これで、X と Y と Z が簡単に出せる、とても優れものだと思います。しかも何がすごいかって、金属じゃなくても木とかでも電気を通さない材料でも、確実に0点が出るので、すごく便利かと思います。よくできてるな、これ。すごいですよ。しかもここのランプ、かわいいですね。いいですよ。これが、そう、つくと赤くなる。かわいい。それと、本日は掃除機をつなぐシステムを構築しました。とにかく前回、木を削った時にすごいことになったので、今回は、掃除機で吸いながらやれたらなと思ってますよ。そうすることによって前回使ったこのバンバン削れるディッシュビット、これでバンバン削っても掃除機が吸い取ってくれるんじゃないかと信じてるよ。こうやってこれをカチャンってつければこううまいことを吸ってくれるんだろうね。あとね、今日はこの裏に基板が入ってるんだけど、そこのファンモーターが調子悪くて今外しちゃって、本当はこれで木を今日削りたかったんだけど、ファンが来ないから、それはまた改めてやってみようかな。楽しみですね。ちょっとまた日を改めて、木工の方もやってみたいと思うよ。主のチャンネル、ピクリカホリック、こちらではCNC ルーターを使った DIY もやってるし、レーザー加工機を使った DIY もやってるので、よかったらチャンネル登録も頼むよ。それじゃあ今日はここまでにするよ。せーの、お疲れちゃん、プー。お疲れちゃん、主だよ。 CNC ルーター、シャペオコくん使ってみるよ。前回ちょっと紹介しきれなかった掃除機で吸いながら切削をしたいカーバイド 3D というところから購入をした部品をね、つけてみたの。カチャンと装着すれば切削しながら、ここから削りカスを吸って出てくるという予定ですよ。おお、回っとる。あ、吸ってる。本当？ほうきみたいなの中にはまって、そこへ吸い上げていくの。いいじゃないですか。